2026年春、夫と京丹後の温泉旅館に宿泊してきました。あまり有名ではない旅館だと思うんですが、死ぬまでに行きたいの強いフレーズにも負けないくらい本当に素晴らしかったので、楽しんでいただけると嬉しいです。福知山を経由して昔気に入ってよく行っていた福知庵ラーメンに立ち寄ります。宿の紹介は2分40分まで飛ばしてくださいね。福知庵ラーメン税込み968円。餃子の王将ラーメンに近い感じのあっさり豚骨ラーメンです。私は王将のラーメン大好きなので相変わらず美味しかったです。続いて昔必ず頼んでいた唐揚げ。ポン酢であっさりなのが嬉しくて油淋鶏のような味わいです。懐かしくて美味しくて久しぶりに来れてよかったです。福知山を経由したこともあり、ほとんど下道で来ました。今回お世話になるお宿から車で20分くらいのところに夕日ヶ浦温泉があり、夕日ヶ浦温泉にも行ったことがなかったのですごく悩んだんですが、お部屋が魅力的すぎてこちらのお宿に決めました。金曜日だったこともあってか宿泊客は少なく、どの時間に来てもロビーが貸し切りだったことが嬉しかったです。客室数の少ないホテルのいいところだなと思いました。海が信じられないくらい綺麗です。15時から18時までのドリンクバー。和菓子が1種類にドリンクは3種類とシンプルでしたが、どれもすごく美味しかったです。お部屋にもパジャマはあるとのことでしたが、浴衣を選んでいただくこともできますとのこと。この選択ができるの珍しい気がする。チェックイン時に出してくださったおはぎとお茶が美味しすぎておかわりしたかったです。甘さ控えめでおはぎ史上一番美味しかったかも。今回予約したお部屋は温泉風呂付き特別室の楽。お部屋のお風呂が温泉であることもこのお宿にした決め手でした。この絶景が
動画で少しでも伝わればいいんですが、景色だけでない何とも言えない異空間でした。まず特徴的な高い天井に広すぎる脱衣所、空間の贅沢さ、お部屋に入るたびに感動するヒノキのいい香り。ドライヤーは大好きなリファで、タオルもたくさん、アメニティも充実。広い脱衣所はなんと全面床暖房で幸福度がすごかったです。入り口すぐ横に広すぎるクローゼット。ハンガーも十分です。反対側にも扉があり、ここもクローゼットかな。冷蔵庫、お菓子、コーヒーとお茶がありました。冷蔵庫の中の飲み物はすべて料金に含まれています。お手洗いは脱衣所に問題なく綺麗です。貸し切りを狙って早めに大浴場に行ってきます。大浴場はこじんまりとした感じですが、内湯はちょうどいいお湯加減で、露天風呂は波の音に癒されました。お部屋に戻ってきました。夕食の時間までお部屋のお風呂を楽しもうと思います。お待ちかねの夕食タイム。前菜はホタルイカ生姜にあさり吹き味噌え、銀だら西京焼き、丹後ばら寿司にお刺身もボリューミーですごく華やかです。豚の角煮はサービスとのことでした。全体的に濃いめのお酒が飲みたくなる味わいでした。なんか海の味がする。タコとヒラメのお刺身がたまらなく美味しかったです。続いて車エビと春野菜の天ぷら。一品一品かなりボリューミーです。お食事の途中ですが、夕日が沈みそうだったので夕日鑑賞。
沈む瞬間までは見えませんが、真っ赤な夕日を拝めて感動でした。但馬牛サーロインステーキ、柔らかくて旨味たっぷりでした。続いて大ハマグリとタイの若竹鍋。タイが十分すぎるほどにたくさん出てきました。こちらもしっかりとした味付けで食べ応えがありました。続いて桜エビご飯、赤だし、お漬物。水物はフルーツなのが嬉しかったです。19時半からお酒が並ぶのでロビーにやってきました。地元の日本酒や焼酎、軽いおつまみもありました。夕食の後に夜食にどうぞといただいたイカとちくわ。美味しかったし、プラスアルファのサービスに感激。お待ちかねの朝食タイム。和食と洋食と選べたので、それぞれ選ばせてもらいました。夕食同様、華やかでボリューミーです。夕食が和だったので洋食にしてよかったです。かなりしっかり味でしたが、ビーフシチューが贅沢すぎる。この可愛らしい見た目のパンが美味しすぎて、これだけでも洋食の方がおすすめです。ふわふわなって感じ。うまっ。なあこれうまいわ。なあ。帰りに同じサイズのパンをお土産にくださって、こんなにプラスアルファのサービスがあるお宿は初めてでした。宿のすぐ隣にパン屋さんがあり、こちらでも販売されているそうです。温泉の知名度もおそらくそこまで高くなく、宿の外観の雰囲気やホテル名の雰囲気から正直そこまで楽しみにはできていなかったんですが、客室が本当に素晴らしくて、帰りたくないというよりはまた絶対来たいと思える至福の感動体験でした。予約はクーポンが使えるタイミングで楽天トラベルから、大人2名69,845円でした。旅の参考になれば嬉しいです。この動画が良かったよと思ってもらえたら、
高評価やコメント、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。